れでは定刻となりましたので始めたいと思います。本日はお忙しいところ白熱英語英国流スピーチ&ディベート体感セミナー in 福岡にお越しいただき誠にありがとうございます。私、司会を務めさせていただく日本英語交流連盟 ESUJ の事務局長吉野真紀子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。弊連盟は国際コミュニケーションの道具としての英語に慣れ親しむようになることを目的として1998年10月に設立された非営利のボランティア団体です。 ESUJ は独立した一般社団法人でありますが、1918年にイギリスで設立された ESU English Speaking Union と密接な関係を保ち、世界の60カ国に存在する ESU からなる国際評議会のメンバーとして活動しております。この度、弊連盟は創立20周年を迎えるにあたり、西日本シティ銀行、そして福岡日英協会のご協賛のもと、2007年に続き再び福岡にてセミナーを開催する機会をいただきました。この場をお借りして心よりお礼申し上げます。セミナーを始めるにあたり5つお願いがあります。1つ目、エレベーターは7階と1階以外は入室できませんのでご了承ください。2つ目、喫煙所はございませんので、セミナーが終了しこちらの建物をお出になるまで喫煙はご遠慮ください。3つ目、お手洗い、トイレはエレベーターホールの当会場の反対側、エレベーターホールの反対側にございます。4つ目、入場の際に受け取られた入館証、皆様に番号をつけていただいております。お帰りの際に1階の受付で、ご返却ください。5つ目、最後になりますが、皆様からのご質問は最後の質疑応答でまとめて受け付けます。これから日本英語交流連盟の会長の沼田、そして常務理事の岡田の講演、そしてイギリスから招聘いたしましたディベーターによるモデルディベートを始めますが、モデルディベートおよび解説が終わりましたら質疑応答を30分ほど予定しております。ではまずご協賛代表として西日本シティ銀行会長並びに福岡日英協会会長久保田勲様よりご挨拶をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では皆さんこんばんは。ご紹介いただきましたこの久保田でございます。ここでご挨拶いたします趣旨は今のお話の通りです。私は西日本シティ銀行の会長でもあり、福岡日英協会の会長でもあるという両方の協賛の会長だということでご挨拶をさせていただくということであります。本日はこのセミナーによくいらっしゃいました。そしてまずこのセミナーのですね、主催をしていただきました日本英語交流連盟の皆さんに心から御礼を申し上げたいと思います。いろんな候補地の中から福岡の地に来ていただいたということは大変光栄であります。私は実はこの英語のディベートの効用というのは非常に大事だと思っております。と申しますと、今日のこういう国際日英英語この連盟の会長であります沼田さんとはもう55年のお付き合いでございまして、大学時代に一緒にディベートをやったりパブリックスピーキングをやったりした中でありますし、さらには彼が66年からオックスフォードに行ったと思いますが、私も67年から69年までオックスフォードにいまして、その頃からいろいろ関係があったわけでございます。おそらくディベートの効果は2つあるんじゃないかと思っておりまして、1つはやっぱりディベートに集中することによってですね、
英語力が格段に上がるということだと思います。どういう形のディベートをやるにしろ、自分の主張をその場で即興でやるということはですね、大変集中力が増すと思いますし、我々自身も大学時代にですね、それを痛感したことでございます。2つ目は、パブリックスピーキング、お客さんを見ながら話すということの重要性を学ぶということがありまして、これは英語でやってもですね、日本語の場合にも直ちに応用できる話であります。そういうことで、このパブリックスピーキング、ディベートの催し物にやっていただくのはありがたいと思いますし、本日おいでの皆さん方に大変役に立つんではないかと思っております。それからディベーターの中にはオックスフォードの人がいらっしゃる。大変懐かしい話で、私も昔を思い出しながら聞かせてもらいたいと思います。福岡の地は外に向けた開かれた土地だと言いますが、なかなかまだ国際化は進みません。その中でこの英語の重要性というのは非常に大事だと思っていまして、私はですね、英語にはいろんな段階があると思います。一つはやっぱりこの意思を伝達する第一段階、これは何をしたいかどうしたいかという話だろうと思います。またその次の話としましては、理解をさせる、何を言っているかを理解させてもらうということだろうと思います。でさらに第3段階として説得力を持って、話せるか。で第4段階ではおそらく説得力を持ってやる。次の段階はこれでは相手方を説得させるということです。そして私は国際交渉を長い間やりましたが、もっと大事な話が実際現実の場にはあるわけで、それは人が聞きたくない時に割って入ると。これが実は実際の現実のですね、国際交渉に至る時の最終段階でありまして、おそらくその学生さんはその辺のところも踏まえながらお聞きいただくと大変世のために後のためにいいんじゃないかと思います。ついでにと言っちゃなんですが、福岡日英協会というのは今年で去年で50周年を迎えたものでございまして、日本で4番目に古いこの日英協会でございます。現在個人会員226名、法人会員62社となっております。セミナーをやったりいろんなことをやっておりますので、どうぞこれを機会に参加いただければありがたいと思って、会員でない方はですね、ご参加いただければよろしいかと思います。いずれにしましても、今英語の話をもっともらしく申し上げましたが、全くの素人でありますので、この辺から本番のですね、英語の大切さ、具体的な応用の場、その他はですね、この今日のディベートで存分に味わっていただきたいと思います。また仕事その他で海外に進出を出されたい時にはどうぞいいでしょうね、西日本シティ銀行にご相談をいただければ。それは我々はなぜそういうことを言うかというと、先ほど申し上げましたように、きれい事ではないことを私どもきれい事ではないというと悪い賄賂みたいになりますが、その非常にですね、現実の交渉あるいは進出の体系というのはまたこの学問の場とは違うものがあります。そういうことも含めて私どもはお手伝いをしたいという構えでおります。ダメになりました。今日は本当にイギリスからですね、超一流のディベーターに来ていただきましたので、私も楽しみに聞かせてもらっております。聞かせてもらいたいと思います。某国の首相は選挙その他において盛んに結論だけを追って左を取るか右に取るかということでありますが、おそらくポイントは国民をどう説得するかということだろうと思います。その中心がまさにパーラメンタリーディベートの中に大変大事なエレメントとして入っていると思いますので、そういう思いを込めてですね、聞かせていただきたいと思います。長くなりましたが、沼田さん、それからディベーターの皆さん、また岡田常務理事の方、一つよろしくお願いをいたしたいと思います。長くなりました。ご清聴ありがとうございました。久保田様、大変貴重なお話ありがとうございました。では、日本英語交流連盟会長の沼田貞明の講演を始めます。少し舞台を変えますので少々お待ちくださいませ。
皆さんこんばんは。日本英国流連盟会長の沼田でございます。まず久保田会長に55年間もお付き合いしていただいてありがとうございました。おっしゃりたいと思います。で、久保田会長がここにおられるからこそ福岡でこのセミナーを開催しようと思ったわけでございます。それから僕久保田会長はその筋では大変よく知られたタフな2号生でありディベーターであるということを最初に申し上げておきたいと思います。それから今回のセミナー開催にあたって福岡日英協会の事務局長ほかの方々に大変ご協力いただいてありがとうございました。それから九州大学の ESS のディベートセクションの方々にたくさんご協力いただいてありがとうございました。で、私はちょっと申し上げたいのは、ディベートというのはパブリックスピーキングの一番凝縮されたものですけれども、そもそもパブリックスピーキングというのはどういうことか、久保田会長も触れられましたけれども、それをちょっと申し上げたいと思います。私のこのタイトルで、To persuade, inform, inspire, and entertain と書きました。パブリックスピーキングの目的とするところはこの4つだと思います。で、それはどういうことかということを、私自身の経験を通じて申し上げると、次のスライドをお願いします。まず私が感じたレッスンはですね、沈黙は金なり、ただ金の字は違います。よく見ていただくと、禁止の金なんですね。だから、Silence is not always golden ということです。これは私は身をもって経験しました。さっき久保田さんもちょっと触れられておられましたけども、人が話をしているところに嫌がられるところに割って入るっていうのは大変だって話ありましたけども、私は実はそういう意味でその沈黙は禁止の金なりということを感じたのは、17歳の時にドイツに仕込む3年生の時にアメリカンフィールドサービスでアメリカに留学しました。アメリカで留学した学校は私立の全寮制の男子校でして、長治という学校なんですが、これはケネディ大統領の母校です。私が行ってる年に彼が大統領に選出されました。で、お金持ちの子供がたくさんいる学校でして、公立高校である都立地方とは全く雰囲気の違う学校でした。で、そこに放り込まれてですね、いくつかカルチャーショックを感じたんですが、まず第一に授業でもただ黙ってノートを取ってるっていうのは全く通用しない。例えばアメリカンヒストリーなんかのクラスでも何か言わないとですね、先生からすごい睨まれて怒られちゃうんですね。だからこれは沈黙はまさに禁止されてるわけです。それから全寮制の学校ですから、ランチもディナーもみんな一緒なわけですね。で、テーブル囲んでみんなワイワイガヤガヤと10代の子供たちですから、子供たちっていうか少年たちですから非常にうるさいんですが、それについていくのが大変だし、さっきの久保田さんの話じゃないけども、それに割って入るのが大変だという経験をしました。一番大変だったのは実は英語を書くことなんです。なぜかというと、毎週月曜日の1時間目っていうのがイングリッシュの授業なんですが、イングリッシュの授業のためにスティームライティングというのがありまして、あるテーマを与えられて、それについて500バースのエッセイを書かなきゃいけない。でも日本の公立高校でもそんな作文なんかしてないですよね。で、日本語ではあんまり書いてないのに、英語で500バースっていうのはとても大変で、何度数えてみても402号とかですね、そういう感じで日曜日の晩に徹夜したのを覚えています。それを1年やったんでかなり英語に自信があったんですが、大学出て外務省に入ってオックスフォード大学で研修をしてまたチャレンジに直面しました。オックスフォード大学の授業というのはですね、テュートリアルと言いますけれども、原則的に1対1なんですね。先生と議論し合うというのが基本なんです。それである科目についてそのテューターから次の週に取り上げる問題について、質問を投げかけられて、それに答えるに必要文献をたくさん与えられます。ただ何ページを読めっていうのはダメな、読めってことは言ってくれなくて、自分でそれを考えるということですね。それを一生懸命読んでエッセイを書いて、それは数千語ぐらいになることがあります。それを持ってって、ここに写真がありますけども、テューターの前で読み上げるんですね。それをテューターが聞いてて、そこの議論はおかしいとか、そこはやりゃいいポイントをついているってことは私はあまり言われませんでしたけども、大体批評されるんですが、それを先生と議論するっていうのが重要です。で、私は苦労したのは、
アンダーグラジュエットだったんですけども、フィロソフィー・ポーティクス・エコノミクスという哲学、政治、経済3つ全部やらなきゃいけなくて、私は法学部出身で、哲学は全く素人ではないんですけども、英語でやるっていうのは難しいですね。というのは、哲学っていうのは言葉について非常に厳格な学問ですから、書いてあることを読むのも大変だし、それをついて書くのが大変だということで、散々苦労して哲学の先生に私はもう外務省の人間だってことは決まってるのに、なぜこんなことやらなきゃいけないのって言いましたらですね、彼が言ったのは、これは an exercise in critical methodology だと。クリティカルメソドロジーというのは、要するに、to exercise in using the wrinkles of your brains と、脳のシワを使う訓練だと思いなさいって言われて、変なこと言うなと思ったんですが、それから何年か経ってみると、彼の言ったことは正しかったなと思います。ここに教育関係の方たくさんおられるんで、クリティカルセンキングという言葉をおそらく皆さんご承知だと思いますけども、クリティカルセンキングというのはどういうふうに解釈するか、いろんな解釈があると思いますけども、私が感じているのは、クリティカルセンキングというのは、たとえ偉いボスが言うことであっても、すいません、先生の言うことであっても、そのまま信じちゃいけない。なぜそうなのか、どうしてそうなのかということを何回も自分が納得いくまで問いかけるということ、それと同時に自分なりの考えを持って、それを筋道立て、組み立てて、口に出して言って相手を説得するというのがクリティカルセンキングだと思いますけれども、そういう意味ではオックスフォードの授業は役に立ったと思います。さて、外交官として41年過ごしましたけども、41年過ごしてつくづく感じたのは、外交官という商売は板挟みになることが多いと。英語の表現でto find oneself between a rock and a hard place という表現があります。だから板挟みだけじゃなくて岩挟みですね。で、外交官やってるとそういう局面がよくあります。例えば今韓国にいる我々の大使長峰君たち悪いですけども、彼もそうですけども、彼なんかが置かれている立場を見ると、北朝鮮の問題とか慰安婦の問題とかいろいろありますから、本国政府からも厳しい、我々訓令と言いますけど命令が来ますよね。それから日本の世論が韓国に対して厳しいですね。他方、彼のホーストガバメントである韓国の政府からもいろんなことを言ってくる。で、韓国の世論はもっと日本に対して厳しい。その両方に挟み撃ちにあってるわけですね。その中で彼の仕事は何かというと、両国間の摩擦を最小限にして、両国間の利害の一致する点を最大限にしていくということをしなきゃいけないわけですが、そのために秘密に交渉するというのもありますけれども、パブリックにも話さなきゃいけない、記者会見とかなんかありますから。で、その時に何が重要かというと、結局言葉を使って説得するほかないわけですね。という意味で言葉というのは外交の世界でも非常に重要だというふうに感じました。それから公の場で発言ということについて申し上げれば、私はたまたま90年代に副報道官を、外務省の副報道官を3年務めて、それからロンドンの大使館のナンバー2で BBC などのインタビューを随分何回もやって、それから外務報道官、外務省のスポークスマンを2年やったんで、メディアにさらされることが多かったんですが、特に外国のメディアにさらされることが多かったんですが、この場合にも言葉ってのは非常に重要です。一番重要なのは嘘を言っちゃいけないということなんですけども、それから逃げてちゃダメなんですね。嫌な質問されますから一生懸命逃げようとするんですけど、それじゃメッセージが全然伝わらない。そうすると間違えないように嫌な質問をされても、なんとかそれを耐えながらメッセージを発信していくっていうのは、これは言葉の技術なんで、そういうような意味で言葉が必要だ、大事だということを申し上げたいと思います。で、そういうような経験を通じて国際社会でのコミュニケーションということについて私が感じていることを申し上げると、民間のモノローグ、一方通行とか言いっぱなしではダメだということですね。で、双方通行のダイアログでなければいけない、対話でなければいけない。で、ダイアログが成立するために何が必要かというと、私は4つの要素があると思います。一つは相手に配慮する。
相手の言うことをよく聞くということが、これ詳細もうちょっと後で言います。それから2つ目には自分の言いたいこと、メッセージをはっきり持っているということ。3番目にそれを論理的に筋道立てて言うということで、最後に相手を説得するためにいろんな、ジェスチャーとかなんとか必要だということなんですが、一つ一つについて簡単に申し上げます。まず相手への配慮っていうのは、これは英語でエンパシーという言葉があります。シンパシーじゃないんですね、エンパシーなんですね。でこれは何を意味するかというと、日本語の訳は適当な訳は見つからないんですけども、英語で言えば seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another と言えば分かっていただけると思うんですけども、人の立場に立ってものを考えるということが必要だと思います。2番目に明確なメッセージを持つということなんですが、これはですね、例えば結婚式のスピーチなんかで立ち上がられて諸先輩を差し置いて、私がここで申し上げたのは、ご挨拶をするのは何とかかんとかって言って3分ぐらい経ってメッセージがないまま終わっちゃうことってなるんですが、それじゃダメだと思うんですね。何が言いたいかということははっきりと自分で知っていることが必要がある。でこの関連で2013年のブエノスアイレスでの IOC 総会で日本の代表団のプレゼンテーションが稀に見るほど、前例を見ないほどよくてですね、東京にオリンピックが来たんですが、あの時に武田 JOC 会長がやられたスピーチの中で、なぜ東京がいいのかという、東京の有する3つの強さということを言われました。そのメッセージの3点を要約すると、1つはデリバリーについて Safe Pair of Hands でデリバーする、万全な大会の開催。2番目にこれは大きなセレブレーションだ、シティセンターパーティーだ。3番目に日本の持っているクリエイティビティとテクノロジーを最大限に生かしたイノベーションの塊である。でこのメッセージは非常に通用したんです。でこの時に日本の代表団のコーチをしたニック・バーレイというイギリス人のコンサルタントがいます。で彼はこの時の経験を本にしてて NHK 出版会から出てますけれども、この本の中にですね、ニック・バーレイがパワーオブ3ということを言ってます。論点は3つぐらいに絞るのがちょうどいいと。あまり多すぎてもダメだし、少なすぎても3という数字は非常に都合がいいということを言っています。私もなるべくパワーオブ3で整理しているつもりなんですけど、時々ちょっと違うところありますけども。で次にロジックですね。ロジックという時にこれもですね、実は基本的な構造があるんですね。英米でいう場合にはその構造というのは、まずオープニングでスパッと結論を言うということ、それでその結論になぜ達するかという論点、これパワーオブ3で言えば3つの論点を言って、その論点一つ一つをサポートする実例とかエビデンスを言って、それで最後にまた論点結論で締めくくるというようなことを頭に置いてやると割合やりやすいということがあると思います。それから次に説得ですが、説得という場合に私はいつもロールモデルとして申し上げているのがマララ・ユスフさん、パキスタンの少女と言いたいんですが、彼女もついに20歳になって、これからオックスフォード大学で私がやったのでフィロソフィー・ポーテクス・エコノミクスというのを勉強することになってますが、彼女が16歳の誕生日の時に国連でやったスピーチは非常に有名ですが、その彼女の最後の結論のとこですね、One child, one teacher, one book, and one pen can change the world 非常にパワフルなメッセージで、彼女のパッションと彼女のコミットメントが非常にはっきり出てました。パッションとかコミットメントは大事だと思います。それからあとはデリバリー、話し方なんですが、これはちっちゃな声じゃダメだとかですね、下向いて暴走としゃべるんじゃなくて、聴衆の顔を見なきゃいい、顔っていうよりも目を見ろって言われますけども、目を見るのは恥ずかしかったらおでこでもいいという説もあります。それからジェスチャー、ユーモア、スマイルというようなものが必要ですが、この辺は後でイギリスのディベーターの話し方を見ていただくとよくお分かりいただけると思います。で最後にまとめとして申し上げたいのは、私は一つはですね、ディスコースということの考え方が必要だと思うんですね。ディスコースというのは日本語訳が見つかりません。ちょっといろいろ考えてみたんですが、
英和辞典を見ると講話とか談話とか論述とか書いてあるんですね。言説という訳もあるかと思いますけども、要するに単なるおしゃべりではなくて考えを述べる、まとまった考えを述べるということなんですけども、スピーチをする場合にもディスコースであるという意識が必要なんだと思います。でそれをするためには何が必要かというと、先ほど来申し上げていることの繰り返しになりますけども、その訓練をするためには何が言いたいかという自分のメッセージ、そのキーワードをまず考える。で3つぐらい考えて、それをブレットポイントですね、ここにアイランドレッツがありますけども、ブレットポイントに書いてみて、それでしゃべるという訓練をする必要があると思います。その上で長いのを書いてるということもありますけども、それから実際にパブリックスピーキングが必要とされる場というのは、私の職業上の経験から言っても、全部原稿を書いてそれで話すという時間で余裕がある場合はあんまりないんで、5分前にしゃべれと言われることもあります。でそういう時に即興のスピーチですね、ディベートっていうのは即興の最たるものですけども、それはやっぱり場を重ねるほかないと思いますね。プラクティスメイクスパーフェクトということだと思います。で最後に締めくくりとして申し上げれば、これからディベートの説明がありますけれども、ディベートっていうのは以上申し上げたような意味でパブリックスピーキングの最も凝縮されたものです。でこの練習を重ねられれば、私は度胸、ガッツですね、それから反射神経、レフレックスで瞬発力というようなものが養われて、大変自信を持って皆さんこの話をできるようになると思います。ご清聴ありがとうございます。皆様こんばんは。ESUJ 常務理事の岡田真彦と申します。今晩のハイライトは何といっても英国のディベーターです。しかしディベートを初めてご覧になる方もいらっしゃると思います。またディベートのフォーマットなどについてご存知のない方もいらっしゃると思いますので、私は前座としてディベートとはというお話をさせていただきます。もうすでに、久保田会長の最初の挨拶で、ディベートの意義についてはもうお話がありましたけれども、3点申し上げたいと思います。まずディベートのフォーマットとは、ディベートというのはどういうスタイルで行われるのか、そしてなぜ今議会方式のディベートが重要か、そして3点目にディベートを学ぶ大きなメリットと教育的効果です。 Why do we debate? なぜディベートを行うのか。まず心の声を言語化する、話をするというのはもう当たり前で、もう子供でもできる、私たちはそんな練習は必要ないと思いがちですが、そうではありません。私たちの心の中にはいろんな考えや気持ちがあって、それを言語化するためには練習が必要なんです。そして一方的なスピーチの場合は、先ほど会長がおっしゃられたように準備ができます。しかし即興のディベートになりますと、やはり訓練が必要なんです。で、私たちの心の中にある声を言語化する、これはイギリスでの ESU がやっているプログラム Discover Your Voice というプログラムがあります。そしてディベートを通して最良の判断ができるように、賛否是非を戦わせます。しかし、ただ自分の感情や気持ちをぶつけるのではなく、論理的な議論を行う。先ほどあったようにロジック、スピーチの構造が非常に重要になります。それは相手に自分のメッセージがきちっと伝わって分かりやすく伝わる必要があるということです。
で、単に自分の気持ちを伝えるんではなくて、きちっとした理由、説明、そして根拠が明確に述べられるということが重要です。さあ、ディベート、まず論題が発表されます。ディベートとは疑問を持つことなんです。そしてその論題について深く考えること、そしてそれを言語化して自分の考えを伝えることなんですね。で、ここにも日本では TV タックルとかディベートに対する非常に悪いイメージがありまして、言い争いやその喧嘩というイメージがありますが、そうではありません。ディベートとは日常生活の大切なコミュニケーション能力の訓練であり、そして問題解決、どのように問題を解決するかという練習です、訓練です。皆様ご存知かもしれませんが、ディベートには2つの、フォーマットがあります。2つのタイプのディベートがあります。大きく分けて。で、1つはアカデミックディベート、もう1つはパーラメンタリーディベートです。で、今日皆様にご覧いただくのはパーラメンタリーディベートです。しかし日本では今までアカデミックディベートが主流でした。この20年ぐらいで非常にパーラメンタリーディベートの普及が盛んになりました。アカデミックディベートっていうのは論題が半年とか1年前に発表されて、そして入念な準備を行って、そして資料をたくさん集めて、エビデンスをたくさん集めてですね、そしてそれを証明していくんですね。論題を証明していきます。つまり入念な準備をした方が勝つということもあります。そして綿密な立論、もちろん法廷においてはアカデミックディベートが非常に重要です。しかし日常的にはどうでしょう。今日ご紹介するパーラメンタリーディベート、論題は大会の場合はディベート開始の20分前に発表されます。ですから、どういう論題、どういうテーマについて自分が話をしなきゃいけないのかわからないわけです。そして20分間の間に自分の経験や自分の知識、一般的な教養ですね、そして常識、いかに自分が幅広くものを読んでいるか、新聞を見ているか、ニュースを聞いているか、そういうことが試されるんです。で、それを即興でチームに分かれて議論を戦わせる、ね、そのために実は誰のためにディベートをしているかというと、皆さんのためです。聞いている皆さんのためにディベートを行うんです。ですから明快な議論が必要なんです。専門的な知識やデータをただ並べて相手を納得させる、実際には納得しないんですけども、あたかも専門家のような話をするのではなくですね、平均的な人を説得するというのがパーラメンタリーディベートです。つまり首相であれば国民を説得するということです。そしてこの評価の基準はここにありますように、マナーっていうのは内容です。つまりディベートの内容、これは非常に重要です。しかしマナーというのは話し方です。やはり訴える一人一人の方がそれで納得するですね、きちっと理解する、そういうことが非常に重要であるということです。パーラメンタリーと言いますとちょっと分かりにくい、ちょっと馴染みのない言葉なんですが、実は非常に馴染みのある単語、語源なんです。パレーはフランス語で話すという意味です。そしてパーラ、皆さん、若い方はご存じないかもしれないんですが、資生堂パーラーとかですね、ありますね。サロンという意味なんですね。応接間、そこで話をするというパーラーという、そこで話をして、おしゃべりをして発展して政治の舞台となったパーラー、そこからパーラメント、議会ですね、話
をして物事を決めていく、それがパーラメンタリーディベートの語源です。ですから非常に身近な言葉なんですね。皆さんこれをご覧にご存知だと思いますが、これがイギリスのパーラメントです。議会です。この中にですね、これは議員なんですが、中に、議会があります。で、ディベート、アカデミックもそうなんですが、パーラメンタリーディベートで、特にディベーターが注意しなければいけないことを考えることは、先ほど、沼田会長の講義でもありましたように、人々の気持ち、エンパシーですね、人々の立場に立って話をするということ、それから自分が言っていること、例えば首相が政策案、法案を出したときに、社会にどのような影響を与えるのか、それを明確に説明する。それから見通せない状況、これは今日の日本の状況であると思いますが、そういう時にどのようにすれば最良の判断ができるかということを国民にですね、うまく伝えるということです。これがイギリスの議会で House of Commons。Commons というのは、庶民委員、日本でいう衆議院ですね。そして、イギリスは両院制で House of Commons と House of Lords がありますが、House of Commons は、650議席ありまして、民主的な選挙によって議員、ミニスターが選ばれます。最初の議会はイギリスでは1265年に、庶民によって、始められました。なぜパーラメンタリーディベートを私たち ESUJ では普及しているか。パーラメンタリーディベートというのはゲーム感覚でコミュニケーション能力を身につけることができるんです。パーラメンタリーディベートは英国議会を模した討論のゲームなんですね。ですから中学生でも高校生でも大学生でもゲーム感覚でこれに取り組んでいけます。非常に簡単な論題から非常に難しい論題までいろいろなレベルでディベートができます。で、英語でディベートをすることによって英語を聞くこと、話すこと、書くこと、読むことの4技能、これを同時に訓練することができますし、その上英語で考えること、これを楽しみながらできるという非常に大きなメリットがあります。それではパーラメンタリーディベート、一体どんなものなんでしょうか。そのルールについて説明させていただきます。スピーチの場合は今私がやっているように、私が一方的に自分で時間を決めて、時間は決まっていますがお話をしています。ディベートの場合はどのスピーカーが話すか、その順番が決まっています。また一人一人のスピーチの時間が決まっています。それを超えることでは減点になります。そしてパーラメンタリーディベートの場合は先ほど申し上げたように論題が20分前に発表されるということです。もう一つはその自分が肯定側で討論するのか否定側で討論するのか、それは論題発表の時に発表されます。つまりなかなか即興で対応しなきゃいけないという厳しい場面がありますので、訓練すれば訓練するほどこれは上達しますし、将来社会においてもですね、日常生活においても非常に大きなメリットがあります。ではこの順番を図でご説明いたします。まず、議長が真ん中にいます。そして議長の右手に、ガバメントサイドですね、肯定側がいて、左手に、否定側、オポジションがいます。で、肯定側の最初のスピーカーは首相、プライムミニスターです。そして、
プライムミニスターと一緒にディベートする、同じからディベートするのがメンバー・オブ・ガバメント、与党議員です。で、否定側には野党代表、そして野党代表と一緒にディベートするのが野党議員です。で、まず最初に、首相が話し、次に反対側、否定側が話して、また今度肯定側が話して、そして、否定側が話します。で、この時間、今日は5分間、大学対抗の場合は7分間の立論スピーチといいます。ここで自分たちの立論をいたします。で、それが終わりますと、後半でまとめのスピーチがあります。まとめのスピーチは野党側から始まります。今日は3分間です。大会では4分です。そして、野党側は今までの議論をまとめる。そして最後に首相が、ディベート全体をまとめます。ここでちょっとですね、もう一度今説明します。同じような内容ですが、まず第一にスピーカー A、首相ですね、がその論題について、説明し、まず発表して、論題の中の用語等についての曖昧な用語とかの説明をします。そして、肯定側のですね、論点を大体3つですが、論点を紹介します。そしてそのうちの2つを大体最初のスピーカーが、説明をし、理由を述べます。次に否定側のチームの最初のスピーカーが、肯定側のチームの意見に反論します。そして今度は否定側の立論を通常3点ですが、それを紹介して、そして、自分たちの立論の理由を説明します。で、今度はまた、肯定側に戻りまして、3番目のスピーカーが今度は、その前の B、スピーカー B の意見に対して反論します。そして B は A の立論に対して反論してますから、今度は C は A の首相の、議論の立て直しをします、ね。そして自分たちの3つ目のポイントを説明します。で、最後の立論は、否定側の4番目のスピーカーですが、4番目のスピーカーは最後だからいいやということではないんです。自分の前のスピーカー、そして首相のスピーチですね、それの反論もしなければいけませんし、スピーカー B の立論は崩されてますから、それの立て直しもしなきゃいけないということで、だんだん後になればなるほど、みんなの話を聞いてなければいけなく大変になってきます。さあ、この段階になりますと、もう聞いてる人もなんだかいろんな議論が出てわからない。最後に、はい、否定側の最初のスピーカー B がですね、出てきて整理をします。今まで出てきた議論を。そして自分たちの意見をまとめます。で、まとめて相手側の論点に対しての反論をして、最後に自分たちの議論がなぜ勝るかを述べます。で、最後に登場するのが首相です。首相は全体をまとめて整理して、そしてなぜ自分たちのその最初の動議がですね、論題が正しいか、なぜそれを賛成するべきかという最後の言葉を述べます。という形でディベートが行われます。では最後にですね、ディベートで重要な、特に政策ディベートですね。What is the status quo? 現状はどうなっているか。Why is change necessary? Why isn't change necessary? ですね。なぜ改革が必要か、必要でないか。ね。foresight、将来の見通し、そして予想、予言をしなければいけません。で、ただそれだけではなく、
必ず政策をの実現実行をどのようにするか、 How to change, what to change, who to change, when to change、 これも明確しなければいけません。そしてその政策が行われた後にどういう世の中になるのか、どういう結果が起こるのか、その意義、余波などをベネフィット、メリットとデメリットを明確にします。はい、最後に教育的効果ですが、ディベートをやることによって幅広くですね、多角的に柔軟に考える力で、疑問を持つ、質問をする、相手の意見を聞く、これが非常に重要です。そして相手の議論が言ったことが正しいか適切か客観的に判断する。そして、自分の意見、ね、考えを短時間でまとめる。そして議論を戦わしても最後に仲良くいられるということです。イギリスの学校ではなぜディベートを教えるのか、説得力のある話し方を身につける。そして多角的なですね、自分が常に反対と思っていることでも賛成側の立場になって話をする、思考力を身につけるですね。それからチームワークを重視する。今日ご覧いただけるように2人のチームによってですね、1人のスピーカーが輝くだけではいけないんですね。チームでディベートは勝つものです。ありがとうございました。ディベートの論題には事実をディベートするもの、価値についてディベートするもの、そして政策についてディベートする、論題があります。これから本日の論題を発表いたしますが、まず、本日のモデルディベートのディベーターをご紹介したいと思います。皆様のお手元にもディベーターの紹介がありますが、本日は、ガバメントサイド、与党側の首相を務めて、くれるのがサラ・オキーフ、オックスフォード大学です。Good evening, everyone. Before I introduce myself, I would like to, on behalf of both myself and the rest of us here from English Speaking Union UK, to say a big thank you, first of all, to everyone here for coming, but in particular to Mr. Kubota and Mr. Numata and everyone from ESU Japan for inviting us here today. So can we give them a round of applause? So my name is Sarah O'Keefe. I've just graduated from studying law with Spanish law at Brasenose College, Oxford. I've been debating for about 8 years. I in particular enjoy judging and have done that, for example, at the Oxford and Cambridge IVs. And I will be speaking today as the Prime Minister in the debate. So thank you all, great to meet you. Member of Government, 与党側議員、イーサン・シルバー、エキサラ大学出身です。Hi everyone. Hello. I'm very excited to be speaking in the debate today. My name is Ethan Silver. I study at the University of Edinburgh. I've been studying for a master's looking at the subjects of cognitive science, artificial intelligence and computer science. In terms of my debating experience, I've been debating for 3 years. I am the current Scottish debating champion, and I'm also a semi-finalist in the English Championship. I'm very excited. 否定側、opposition、否定側の、leader of opposition, Matt Hazel from Cambridge University. Hello everyone, I'm Matt and I'm from Cambridge. I've just finished my degree training to be a veterinary surgeon.
which is not related to debating, but there you go. I have debated a lot for Cambridge. I've represented them at the European and World Championships, and in the one that's just finished, which was in Estonia, I was ranked the best speaker and was part of the best team. Other than debating, I like sports very much, so as a Man United fan, Shinji Kagawa holds a special place in my heart. And I share all of your pain in hoping that Kei Nishikori fixes his elbow sometime soon. Thank you. And member of opposition, 野党側議員、エッド・マンシー、University of Warwick. Hello everyone, my name is Ed Mansey. I work as Head of Business Intelligence at a social media monitoring firm in Brighton, England. While studying mathematics at the University of Warwick, I was active in debating, becoming the president of the society there and finishing as the 6th best speaker at the European Championships in 2015. I've been lucky to be involved with the ESU for almost a decade now, and I'm very honoured to have been able to visit their charters in Denmark and Belgium, and I'm very honoured and very happy to be here with ESU Japan today. This House believes that SNS, such as Facebook and Line, is antisocial. これは、This believes、この価値をですね、議論するディベートです。SNS、ソーシャルネットワーキングシステム、Facebook や LINE、Twitter などですね、は反社会的であるというディベートです。皆様に先ほど説明させていただいたように、最初立論スピーチが各5分1人ずつ、いたします。その間、最初の1分はプロテクテッドタイムといって、質問等は受け付けられないんですが、1分過ぎますと、反対側から、ツッコミとか質問とか、そういうことが可能になります。ですから突然立ち上がったらば、それはこちらが話しているときにこちらが立ち上がるということがあります。その時にスピーカーは「No thank you」と言って断ってもいいですし、それを、受けても構いません、ね。ディベートは皆様の参加によって、成り立ちます。ですから始める前にちょっと皆様、ディベート This House というのは今この部屋の皆様です。ですから皆様が最後にどちらのサイドが勝ったか、挙手で決めさせていただきますので、注意深く聞いてください。そして何かいい意見が出た時にはテーブルを叩いてください。いいですか？じゃあちょっとやってみましょう。はい。これで彼らたちも気分が盛り上がりますので。So, I would like to start the debate for this evening. Okay. Order, order. Today we have the motion SNS, social network system, is antisocial. I would like to ask the Prime Minister to deliver her first speech in 5 minutes. Look, we've all been there. You're at the coffee shop with your friends who you haven't seen in months, and all you want to do is have a nice conversation. But you look up and they're all sitting there with their phones. How are you supposed to communicate with them? They are lost in their phones, and you are lost in yours,
And because of social media sites like Facebook and Line, we are not able to communicate with each other as we need to. So I've got two main points for you today, ladies and gentlemen. My first point will be that social networking sites mean that we have less meaningful interactions with one another as humans. And my second point will be that social networking sites have led to an increase in antisocial behaviour. But before I go on to my two main points, I would like to define what we mean by antisocial. So we think there are two relevant meanings of antisocial in this debate. The first is that it means you socialise less. So as you become more antisocial, you socialise and interact with each other less. But the second meaning has to do with things that we call antisocial behaviours, which are things such as bullying and harassment that cause low-level harm to society. So now that we're done with the definition, I will move on to my first point about how we have less meaningful interactions. So we on side proposition think that there is a certain type of interaction that you have with other people that you can only get face-to-face, that you can only have from looking someone in the eye and seeing, is this person telling me the truth? That you can have from being around someone and seeing how their face changes in response to what you're saying. You can read their body language. We think that's extremely important. And it's only by being in that situation that we can achieve the type of empathy that Mr. Numata was talking about during his speech and feel with the heart of the other person. By moving on to social media sites and allowing largely text-based forms of communication to replace our face-to-face interactions, we end up not being able to practice those skills as much as we need to, because they are very difficult, and a lot of people find it extremely difficult to read the faces of others, particularly when they haven't had as much practice, right? So as we move on to online platforms to communicate with each other, we lose that ability, and we lose the ability to connect with one another and feel with one another in a way that is really important for human interactions, whether social, whether relationships, whether in the business world. Yes, Ed? We still spend most of our time having face-to-face conversations. Are you not going a bit far to say that this small amount of time we spend looking at a screen has such a large effect? I think actually, Ed, the example that I gave at the very beginning of where you're sitting surrounded by friends, but actually looking at your phone, is not anywhere near as uncommon as you're suggesting. You may be next to someone, but chances are nowadays they're not paying attention to you. They are paying attention to their social media sites, and we think actually you on side opposition are underestimating the risk of this trend continuing. So on to my second point about antisocial behaviour, and in particular, the type of antisocial behaviour that we want to talk about is bullying. Because what has happened since social networking has grown is that people have felt comfortable going online and saying things that they wouldn't normally say, doing things that they wouldn't normally do, because they're able to do so anonymously. We see, for example, trolls on YouTube or cyberbullies on Facebook going out and being really, really mean to people who don't deserve it. And it's not just that they're now going online. These people would not have done this face-to-face. They were too scared of the consequences. But now that cyberbullying has grown, bullying overall has grown. And this is a form of antisocial behaviour that we see is directly caused by social networks. So therefore, because they mean that we're less able to talk to one another in a nice way, and also because they mean we're more likely to talk to one another in a not nice way, we think that social networking sites have definitely had an antisocial impact on society. Thank you very much. Thank you very much, Sarah. Now I would like to ask the Leader of Opposition, Matt Hazel, to do the speech in 5 minutes. So the first thing my mum wanted to know when I came to Japan was, did you get there okay? And the second thing she wanted to know is, have you tried any sashimi yet?
And I did so on the first night, and I'm going to be honest, coming from a country where we tend to, if anything, overcook our food, trying raw squid was an experience. But the fact of the matter was, I was able to tell my mum about that when she is on the other side of the world in an 8-hour time difference. And there's no way I couldn't have done that without just opening up my Facebook. And it didn't even matter that she was asleep and I was awake, because she could read the message in 5 hours' time when she got up. So that's the beauty of social media, and that's what I'm going to talk about today. So I'm going to tell you about how it enables conversation, and I'm going to tell you about how it opens up conversations that you wouldn't otherwise have. But before that, some direct responses to what Sarah just told us. The first thing she told us was that these interactions are less meaningful because they happen on social media. She tells us that face-to-face is the best way of interacting with people. And while it might be true that Sarah has had some disappointing experiences in Starbucks, I don't think it is the case that the majority of people don't have face-to-face meetings all of the time. I think the way that most people interact is by talking to each other, looking face-to-face, understanding those expressions. I think unless you are the Japanese, unless you are, spending all of your time in your bedroom, then if you are an otaku, then that is the only reason why you would lose this ability to have these face-to-face interactions. But I also just don't think this is unique to social media. I think if you look at pictures of people on the subway in London in the 1900s, everyone is sat there silently reading a newspaper. Whereas now it's just a phone. I don't think this is a phenomenon that is unique to social media. I think it's more a phenomenon of people being tired or sleepy or just not wanting to talk to each other. So I don't think that this is unique. And when we hear about bullies, I think that while that might be true and is regrettable, the inverse is also true. That people can take a picture of themselves, put it up on their Facebook, and all of their friends will like it, all of their friends will tell them that they look really pretty today. And that's a kind of validation that runs counter to what we're told. So first, about enabling communication. Now, I think this is really important, and the reason why social media uniquely is able to do this in a way that other forms of communication cannot is because it's so simple, it's so easy, it's so cheap. My grandmother has Facebook, and it takes her about half an hour to turn the computer on. But once she's got it on, it's so easy for her to use. And that's the beauty of social media. It doesn't require you to be physically in the room, and it would be nice if I could see my mum or my grandparents or my cousins who now move to America every day for a coffee date. But unfortunately, in the modern world, in an increasingly global world where we have friends, connections, business partners who might live in other countries, other time zones, or maybe they live in the same time zone, in the same place as us, but they're just really busy. It enables us to have conversations that otherwise we couldn't do. And it means that I keep in touch with my old school friends who I last saw 5 years ago. And I can see when they post a picture of their new house or their new girlfriend or their new husband. I'll take you in 1 second. And it means that I'm kept up to date with their lives in a way that otherwise I might not be able to. Yes, Sarah? But don't you think that those superficial, basic level interactions are actually just replacing more deep and meaningful phone conversations or real face-to-face conversations? I don't think they do replace, because I think obviously the way I would like to spend time with my family is sitting in a coffee shop with them, or sitting in my mum's kitchen or my aunt's living room. But unfortunately, I can't do that all the time. And what social media does is it's an adjunct to that. It fills in the gaps between those meetings and allows me to keep track of my friends. But also it just facilitates that. It means that I can message my friend and say, oh, by the way, I've got an hour free now because my lecture's cancelled. Do you want to go for coffee? Because it's so instant and because they're on it all the time. It means they might get that message and then I then go and have these coffee meetings. I think more than ever, the explosion of these coffee chains suggests that we spend more time than ever sitting around drinking overpriced lattes in Starbucks. So I think that if anything, social media has facilitated rather than hindered those meetings. So what it means then, at the end of the day, is it allows us to have conversations that we otherwise wouldn't have. It doesn't replace them, it facilitates them in arenas where otherwise we couldn't have them. And that's why we think social media is not antisocial.
Thank you, Matt. Now I call upon the member of government, Ethan Silver, to deliver your speech in 5 minutes. I'm going to extend the proposition in 2 key ways. Firstly, by explaining why social media creates superficial interactions. Sorry, I'll start again. I'm going to extend the proposition in 2 key ways. Firstly, by explaining why social media creates superficial interactions that take away any value we have from being sociable. But secondly, I'm going to talk to you why it has been disastrous for our politics and for the kind of discourse we have at large in society when we're trying to decide on big issues that affect all of our lives. Before that though, I just want to make one thing very clear. And that's that this debate isn't really about Matt emailing his mum, who happens to be across the world, right? This is a debate about social media, where we communicate through a shared space, where we put information out that everyone else can see. When we upload a picture on Facebook, or when we write a tweet that anyone can read and can retweet. And it's in that sphere that we think things have been especially harmed. This isn't simply about contacting someone through digital means if you really want to. Okay then, so why has social media become so superficial? I think the first thing to point out is that most people spend hours on social media. It isn't like reading a newspaper. People are usually on Facebook during breakfast, lunch and dinner, when they're on their way to work, but also when they're around friends and family. The fact that we all have a mobile phone in our pocket, a second away from us, means that we end up using this a huge amount. And means that we scroll through that Facebook feed, or we scroll through our Twitter, we watch not just what people have uploaded, but the groups we're attached to, or the advertisements on there, a huge amount. And that means that even if some value comes out on their side from occasionally liking or commenting on something you see, it means that the huge amount of time you put into that means that you haven't been communicating with others around you. That's the cost that we're pointing out on Side Proposition, and that's why I think you should vote for us. But I'd also say that it's a very passive process, because this isn't really like having a conversation with someone where you're putting up half and they're putting up half. Rather, the amount that you're putting in is very small compared to the amount that you're reading, which means you become very passive. It means you're not really getting your point across. We say that means the kind of communication you have isn't very meaningful or deep, and for those reasons we think it's not a good one. Secondly though, we think it's been disastrous for politics. Right. So social media could well lead to World War III. If you look at what's been happening between Trump and Kim Jong-un on Twitter, we say that it's been very disastrous for the way that we understand politics and has allowed politics to escalate. Firstly, we think it's because often social media simplifies complex topics too much. It's impossible to conduct foreign policy in 140 characters on Twitter. And when we do so, it means that we often get confused about our meanings, and it means we often end up making situations worse. Secondly though, because it is, like I said earlier, only a second away from you, your phone, it means that you often end up being impulsive, right? And you end up using the not very measured words, and you often escalate arguments. I mean, I think that might be an issue that Trump is having, and that's why perhaps this conflict has become ever more elevated. But more broadly, when it comes to political discussion, sure, Matt. I mean, these sorts of wars of words are almost as old as time itself. We saw it in World War II, we saw it in the Cold War. But what's different about social media is that it allows the common person to talk back, and it allows people to respond to Trump in a way that previously we never had the ability to do so. While that sounds nice in theory, I seriously doubt that Trump has ever read any of the thousands or millions of tweets that have been sent to him.
Ultimately, the people who have the voice are those politicians. But talking broadly about political debate and discussion, debate and discussion needs two sides. And the problem with social media is that it often excludes the other side. The things that we see on Facebook or on Twitter are often distorted. Facebook selects the people and posts that it thinks we are most likely to like, and because of that, we end up in an imperceptible or invisible bubble. We are unaware that we are not actually hearing the other side of a debate or argument. We only hear a kind of a fake side, a straw man of the arguments. And that means that we never actually change our minds about political issues. We end up being far more extreme. And we think that's certainly true when we think that this increase in bubbles has coincided with a huge increase in political division, from Trump in America and the Republicans and Democrats to Brexit in the UK, which has divided people so strongly that family members are not talking to each other because they disagree so much. We think for those reasons, I'm proud to propose and you should vote for our side. Thank you. Thank you very much, Ethan. Now I call upon the member of the opposition, Ed Bansi, to deliver your speech in 5 minutes. Facebook and social media have built communities and created communities across the globe, linking people together, which we think are great. And that's what I'm going to talk about in my main speech, about how we build groups of people on social networks. But first, I would like to respond to the 2 points that Ethan brought. Firstly, he claims that social media is not deep and meaningful. What we would say is it can be like a letter or a postcard. So a letter is not a face-to-face meeting, and a letter is one way, and a letter doesn't have someone's voice. But I'm sure we all have letters we treasure. And when I wrote my mother yesterday to let her know that I was safe, to tell her what my time was like, she will treasure that message, and that will be deep and meaningful to her. And it's right that some of the things on Facebook or Line or Twitter are trivial. And that's going to be true with any method of communication which is easy. Some of the things that we say to each other are trivial. But also some of the things we say on social media really do matter. When we announce that we're getting married or that we've got a new job or whatever else, it does matter to people. We think it's wrong to claim it isn't deep and meaningful. No, thank you. And then to talk about politics, I mean, firstly, we'd say that Trump is a very special case in more ways than one. But firstly, we see a range of opinion in social media. If you go onto Twitter, you'll see people from the right and from the left, and you'll see all the different sides, and it's very difficult actually to fully shut yourself off. But secondly, social media has been a way to raise issues and have campaigns in a way never seen before. You can have something like a video or a photo from an emergency can really help raise support. And what's happening now is the US government's giving more aid than it would have done to Puerto Rico. And it's doing that because the images coming from there are terrible, and because ordinary Americans are sharing those images. Or you have something like, I don't know if it made it to Japan, but the Ice Bucket Challenge. There's a disease called ALS, which is terrible and doesn't get enough funding. And there was a campaign in the UK and elsewhere to dump ice water over your head, and it was really unpleasant. And then you say, I challenge these other people to do it, and I'm going to give £10 for charity. And they raise millions and millions of pounds. And we think that can only actually happen, and that political movement to increase the support of our charity can only happen with social media, yes. So we don't deny that there are some good things that can come out of social networking sites. But in what way is raising money for a charity social as opposed to anti-social, which is what this debate is really about? Well, we think that raising money for a charity shows the kind of socialness in the way in which you're engaging and the way around you. And we think that actually the way in which you conduct politics is an important part of how social a group of people are. So talking about meeting people and building communities. When you're walking down the street, you might have a t-shirt on that says what you're interested to or something else, but you don't have like a list of badges saying like, you know, my name's Ed, I like to go travelling, I really like West Ham Football Club,
I'm really into debating. I work in social media. Whereas on Facebook or on Twitter, I'm able to do that. I say these are things I'm into. I'm also able to join groups of people, like there's a global debating community group which talks about debating and organises debating competitions. There's a group for West Ham fans so that if you've got a spare ticket, you can sell it. Or you can, if I found myself, if West Ham were playing this weekend but they're not, I could go on there and say, where's a bar in Tokyo or in Japan where I can watch the West Ham game? And that creates groups of people which otherwise wouldn't be able to exist, because how would I be able to reach out to other West Ham fans in Japan if there wasn't Facebook to be able to do it? How would I be able to reach out to other debating communities if there wasn't that? And the World and European and Asian and all those other championships are organised almost solely on Facebook for that reason, and they wouldn't really exist without Facebook, if we're being honest. And we also think, as well as linking up people and creating these social communities, it's also for some people a way to escape as well. Imagine if you're a kid and you get moved to a new school, and in your new school no one's into the TV show you like. Well, that must be really difficult, but being able to go onto Facebook and find lots of people who like that TV show and talk to them about it, that could really help you, you know? What if what you're into is just suddenly taken away from you for the people around you? This is a way for you to connect and link out and find people who are like you. It would be very difficult otherwise. So I'm extremely proud to oppose. Thank you. Thank you very much, debaters, for your constructive speeches. Now I would like to ask you to deliver your reply summary speeches, starting from the opposition. Leader of Opposition, Matt Hazel. Speeches 3 minutes. I think in this debate, there are 3 main questions that I want to talk about. Are the interactions that we have on social media meaningful? Do they replace other interactions? And thirdly, what effect, if any, do they have on politics? So firstly, let's talk about these interactions, because we've been told that they aren't meaningful because they take place on Facebook, because it's just a series of text messages or a few pictures. But I don't think that that necessarily does mean that the actions themselves are not meaningful. Words can have huge meaning. Everyone in this room has read novels that have moved them to tears, or seen beautiful artworks. And more than that, it's about who those words come from. Maybe a bunch of people liking my new profile picture seems meaningless. But if those are my good friends, and I value their opinion, then knowing that they like a picture of me just, I don't know, having fun in Japan with an ice cream or something could be really meaningful to me. And the fact that it's so low cost for them to do means that they will do that in a way that I wouldn't, you know, people that I have not seen for ages might comment on my profile picture and say, looks like you're having a good time. And even though these sentences might be short, or they might be trivial, they can still have such immense power. So I think they are meaningful. Secondly, do they replace other interactions? I think human beings are social creatures, and the way we show those aspects of ourselves is by meeting with people face to face. We like to spend time with other people. We like to talk to them. And so that is what we do with our lives. What we use social media for is the times when we can't have those face-to-face interactions. Or we use it for organising those face-to-face interactions. Or even we just throw something out into the ether. I just put a photo up of me on holiday in Japan, and I see who comments on it. I see who likes it. Anyone who is interested can come and see that that's what I'm doing in a way that I wouldn't in everyday life. I wouldn't go around to every person I meet with a picture of me saying, look what I did. I allow these people to show how interested they are or otherwise, and I open my door for more social interaction. But lastly, let's think about politics, because as we've said, Trump really is a special case. And I don't think divisive politics is anything particularly new. Just walking to this venue today, there was a lady outside with a megaphone shouting something which I couldn't understand about the Japanese election. And all we've really done is, instead of giving her a microphone, given her Twitter to do. So I don't see what the difference is. But if there is a difference, is that people can tweet back. And yes, Trump doesn't read every single tweet back to him, but he probably reads the one with the most retweets.
And crucially, that is a barometer that tells politicians what the public are actually thinking. Whereas in the past, they could just ignore what people were saying. The newspapers would just say, everyone loved Trump's speech. There were tens of millions of people at his inauguration. Whereas now we can share the photos and share the stories so people know what's really going on. So if anything, social media gives a truth to politics that otherwise we wouldn't have. So for those reasons, I think we have won this debate. Arigato gozaimasu. Thank you very much, Matt. And our last speaker is the Prime Minister. Sarah, can you deliver your reply speech in 3 minutes? Ladies and gentlemen, there is a reason why you have invited us here to speak in person today. There is a reason why a Facebook message or a line message is not enough. Even Skype would have been, we hope, a pale comparison compared to what we've been able to deliver to you today. And this is because there is something that comes from being in the presence of another person. We don't quite know how to define it. Our language doesn't quite extend that far, I think, in any language anywhere in the world, but we can all feel it. And I'm sure all of you can think about that and feel it too, that there is something that we share from being in each other's presence. And we just don't think, okay, that Matt getting a like on a picture is the same. It's not. So, social networking sites, as I explained at the start of my first speech, they interrupt our ability to communicate with one another, face to face, because people get distracted. Now, side opposition tried to say that this wasn't true. They tried to say that it's just me occasionally going to Starbucks and being a bit sad, right? But we think that if Matt can't recognise that this is something that happens a lot, maybe he only doesn't notice because he's the one on his phone. I would like to ask if there's anyone in the room who has never experienced this on a social interaction, be it around the dinner table, be it in a cafe, please by all means raise your hand. I thought not. This is something that happens to all of us. It is happening a lot more than side opposition would care to admit. And it is really interrupting our communications. The other thing that side opposition tried to do, beyond just belittling our claim that it is leading to an increase in antisocial behaviour, was that they tried to say there are other ways that it helps to facilitate social interaction. So first of all, they said it just fills the gaps. And yes, in some cases, it does fill the gaps, like when you send a message to meet with a friend for coffee. But all of the things they pointed to as gap fillers can be done as effectively through use of telephone or email, and it completely ignores everything that Ethan explained to you about how most of our interaction with social networking sites is completely passive, just like reading a book. That's the majority of the case here. The one thing that they did bring, which I think was true, was they talked about a number of social groups that otherwise you wouldn't be able to organise and be a part of. For example, Ed's West Ham fan club. We are willing to admit that that is one way in which social media does actually help facilitate social interaction. But when it is so outweighed by all of the negatives that we've talked about in terms of being able to socialise with each other, we think that we can't do anything other than conclude that overall social media is antisocial. So for those reasons, we beg you to vote proposition. Thank you very much. Thank you very much, debaters. Let's give them a big hand. The motion for today's debate was SNS is antisocial. SNS は反社会的である。ここで皆様に2、3分考えていただき、ガバメントサイドが勝利したか、否定側が勝利したか、これから挙手で皆様の意見を伺いたいと思います。どうぞ。
1分ほど考えてください。はい、非常に難しい判断ではあると思いますが、はい、ガバメントサイドの勝利と思った方はどうぞ手を挙げてください。はい、では今度はオポジション否定側の勝利と思った方は手をお挙げください。はい、僅差で否定側の勝利となりました。The opposition Will the debaters come front and shake hands?このようにディベートの後必ず握手をします。それではこれから、沼田会長に、日本語で今の論点を解説していただきます。そしてもう一回冒頭したいと思います。会長お願いいたします。じゃあ今日は私は一番損な役をいただきました。主要な論点は何だったかということを何かミスしちゃうかもしれませんけども、簡単に申し上げますと、順序で申し上げます。まずプライムミニスターからの論点は SNS というのは人と人の交流というもの、意味のあるインタラクションがなくなるということを言ったわけですね。でその前にそれからもう一つはアンティソーシャル、反社会的なビヘイビアを導く可能性があるということを言ってました。でその前にアンティソーシャルという場合に人が付き合わなくなるということと、それから実際に支配になる行動をするということの2つがあるということを言ってました。でその第一の点について、意味のあるインタラクションというのはやっぱり実際に顔を合わせて話をしたりすること、これが意味があるけども、ただ文字を見てるだけじゃ意味がない。それからもう一つのアンティソーシャルという場合には、典型的な例としていじめですね。匿名 SNS というのは匿名名前が出ないがゆえに非常に名前を出してやっていけないようないじめなんかをやることがあると、そういう意味でアンティソーシャルという議論がありました。それに対してオポジションの方から、オポジションリーダーの方からはまず今の点の反論としてですね、フェイス2フェイスなものがなくなってるわけじゃなくて、ほとんどの人はやっぱり実際に会ったり話してるんじゃないか
で、このソーシャルメディアっていうのは非常に簡単に時間とか場所を超えて、人とコンタクトできるという意味で非常に有用であるということを言ってます。で、要するに前はできなかったような、物理的にできなかったような交流ができるようになるという意味で非常に大きな意味があるんだということを言っています。それからそういう意味で彼らの主要な論点というのは要するにフェイスだけじゃなくて、それを補完するものとして非常に大きな意味を持つということを言ってました。その次に政府のメンバー・オブ・ガバメントの議論として、このソーシャルメディアによるインタラクションというのは非常に表面的なものだということ、それからもう一つは政治の面で非常に好ましくない結果を招いている。その例として出てきたのは、皆様これを予想の通りって言っちゃいけないですね、トランプさんの話です。で、その関連でですね、スーパーフィシャルなコミュニケーションであるということと同時に、ソーシャルメディアを通じてのコミュニケーションというのは、自分で積極的に働きかけるというよりも、受け身でどんどん読んじゃう。そう自分の意見を積極的に発揮するということにならないという意味で、医療の意味でもスーパーフィシャルであると。それからもう一つのトランプなんかの例、あるいはトランプ大統領と北朝鮮のリーダーとのやり取りなんかも見て分かるように、非常に感情的に衝動的なメッセージというのがどんどん出て、それがエスカレートして非常に危険な事態になるというようなことがあるという議論がありました。それに対してオポジションの方からは、トランプは非常に特例であるというのが大事なんですね。それから、トランプは非常に特例であるし、オポジションの大きなポイントとしてですね、ソーシャルメディアを通じて新しいコミュニティを築き上げていくというメリットがある。例えばフットボールのファンクラブがどんどん広がっていくとか、あるいはディベートの愛好家もイギリスだけでなくて日本も言ってたかな、いろんな国のディベートの愛好家の間でのネットワークを築き上げていくような意味があるというのが大きなポイントとして出てきました。要するに人々を結びつけるメリットがあるということですね。で、最後にサマリーのところでオポジションの方からまず、意味のある人と人との交流がなくなるという点については、そうは言っても人はフェイス2フェイスで接触するだけじゃなくて、他のいろんな形での交流という可能性をソーシャルメディアが開くという意味で、それは十分補完的な役割を果たしているということと、それから政治面での影響についてはですね、これはトランプは特例であるということと、もう一つはトランプの主張に対して、トランプがツイートしたことに対して、それを反論のツイートというのもどんどんあり得るわけなんで、その反論のツイートというのはそれなりに政治家に影響を与えるということがあるということを言っています。で、プライムミニスターの最後のサマリーの中ではですね、今日我々がこうやって皆さんにお話していること自体、これはソーシャルメディアでできませんよね。直接そのプレゼントであることが、プレゼンスが大事だということを証明してるんじゃないですかということが始まって、やっぱりフェイス2フェイス
で、最初に彼女の最初のところで、例えばスターバックスに行って、友達2人でスターバックスに行って、2人とももう iPhone ばっかり見てる、これではコミュニケーションって言えませんねというようなことがあるんで、そういうことでやっぱり良くないんじゃないかと。でそこでまた繰り返したのは SNS っていうのはアクティブなコミュニケーションじゃなくて非常に受け身なものであるということであって、そういうようなことを考えるとオポジションが言っていた新しいコミュニティを築くという意味でのメリットはあるかもしれないけども、どう考えてもデメリットの方が大きいというような結論でした。以上です。それでは次に質疑応答に参りますが、少しお時間をいただきます。